目の形。パッチリした目、つり目、垂れ目の描き方を学んでいきましょう。まず、パッチリした目です。当たりを描き、上まぶたの支点と終点を決めます。線の中心が一番高くなるようにカーブでつなぎ、上まぶたを描きます。目尻の折り返しを描きます。黒目は上まぶたにかかるように描き、下まぶたを描いて完成です。顔の角度が斜めを向いている場合、上まぶたの高くなる位置を中心から支点側にずらしましょう。横を向いている場合、下まぶたの角度や目の横幅、黒目の位置が変わります。次につり目です。上まぶたの支点と終点の位置を決めます。パッチリした目に比べ、支点の位置が下がり、終点の位置が上がります。線でつないで上まぶたを描き、目尻の折り返しを描きます。黒目と下まぶたを描いて完成です。顔の角度が斜めを向いている場合、上まぶたの支点や終点の高さを変えずに描きましょう。正面に比べて横幅は狭くなります。横を向いている場合、上まぶたの支点の位置を上げます。下まぶたは斜めに傾き、目の横幅も狭くなります。最後に垂れ目です。パッチリした目と同じ位置に、上まぶたの支点と終点を取りましょう。高くなる位置をパッチリした目の時より支点側にずらし、終点までを急な線で描きます。目尻の折り返し、黒目、下まぶたを描いて完成です。顔の角度が斜めを向いている場合も、高くなる位置を支点側にずらし、終点側は急な線で描きましょう。横を向いている場合も、上まぶたを急な線で描き、下まぶたを少し斜めに傾けましょう。目の横幅は狭くなります。上まぶたの形に気をつけよう。上まぶたの支点や終点の位置、高くなる位置をしっかり決めて描きましょう。